皆さんこんにちは。本日は個性に気づき個性を伸ばすこのテーマでお話をしたいと思います。今日のこのテーマはどちらかというと人を育てる方、人を育てる仕事をされている方、また立場におられる方のお話になるかなと思います。私は今現在少林寺拳法の動員で、子どもたちや大人の方たちを指導させていただく仕事をしております。でその中でですね、動員には、老若男女さまざまな方が、修練に集ってまいります。で少林寺拳法というこの武道ですね、武道というものがありますから、当然この技術を修練をすることが主たる修行のものになるんですけれども、一番大事にしていることはこの技が上手であるか上手ではないかではないんだということを私は肝に銘じております。やはりすごく運動神経が良くて、あるいはセンスがいい子はちょっと修練をしたらぐんと伸びますが、なかなか、覚えが悪い人というのは、同じ量をこなしてもなかなか身につかない、ありますよね。で決してそれは人との相対比較ではないんだというふうに思っております。そして何よりも大切なことは、私たちはこの少林寺拳法の技術だけがこの人生のですね、主たる柱ではありませんから、大事なことは技よりももっとその人間性ですよね。そういうところを大事にしているところであります。そんな中で私たち一人一人がそれぞれに個性があるようにですね、指導者の方はその集ってくる方々のですね、その個性にどう気づいて、その個性をどう伸ばしてあげることができるか、これが大切なんではないかなと思っております。ですから決して自分の考え方だけを押し付けるのではなくて、その子の個性って一体何だろうか、だんだんその子のですね人間性をですね掘っていくと、だんだんその子のこの個性というものが見えてくると思うんですね。ですから指導者にはそういう眼力というか、そういうこともまた求められますし、さらにその個性を認めてあげることのできること、さらにその個性をもっと良い方向に、将来その個性が伸びていくとこんなふうに良いことがあるんじゃないかということを示してあげること、そんなことが指導者には求められるんではないかなと思っております。本日はこの個性に気づき個性を伸ばすというテーマでお話をいたしました。ありがとうございました。